皆様こんにちは、セリナです。新年明けましておめでとうございます。今年もいろいろなコスメの情報を発信していきたいと思いますので、少しでも皆様のコスメ選びやメイクの参考になれば嬉しいです。今回は1月1日発売、ディオールスプリングコレクション2024よりディオールショーサンククルームの限定色123ピンクオーガンザと923プリンピーチ、ディオールスキンルージュブラッシュの限定色225デリケートローズサテン、そしてリニューアルをしたルージュディオールから434プロムナードと217コロールをご紹介していきます。アイシャドウやチークが数量限定で発売されているスプリングコレクションはの春らしい可愛いカラーが発売前から大注目でしたよね。今回もアイシャドウパレットは1色ずつの単色塗りをご紹介していきます。そしてリニューアルをした人気リップも全31色展開のうち特に人気が出そうとのことだった2色をご紹介していきますので、少しでも質感などの参考になれば嬉しいです。今回もコレクション一つ一つのアイテムをご紹介した後にメイクルックを2パターン作ってお見せしていきます。またこちらのチャンネルでは他にも2024年1月発売の春コスメについての動画や人気のファンデーション比較やアイシャドウの全色レビュー、そしてサブチャンネルではコスメ収納についての動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールスプリングコレクション2024、新ルージュディオールの誕生を祝福し、柔らかくナチュラルな色彩が美しいハーモニーを奏でるコレクションを提案。春の訪れに心躍るようなきらめきをまとったシェードと、新ルージュディオールに施されたオートクチュールファブリックから着想を得た限定デザインで、目元から指先まで透明感とフェミニティあふれるルックを叶えます。ご紹介していくのはこちら、ディオールショーサンクルールスプリングコレクション2024限定色123ピンクオーガンザ923プリンピーチ、ディオールショーサンクルールから春らしい2つのハーモニーが登場。フレッシュなパステル調のシェードは新ルージュディオールと完璧にマッチ。春のメイクアップを仕立てる理想的なカラーコンビネーションを叶えます。まるでノーメイクのような軽やかなつけ心地のきめ細やかなパウダーをセット。長時間続く鮮やかな発色を叶えます。123ピンクオーガンザは繊細なライラックピンクを中心にメタリックシルバーパープル、ホワイトベージュ、ダスティーピンク、サテンモーブを配色。923プリンピーチは鮮やかなロージーコーラルの周りにローズがかったピーチ、リリセントホワイト、ゴールドサンド、オレンジピンクを配色。続いてこちら、ディオールスキンルージュブラッシュ225デリケートローズサテン。ディオールクチュールの生地や優美なステッチを表現した模様が施された可憐なコーラルピンクが美しい自然な血色感と柔らかな印象をプラスします。225デリケートローズサテンは自然な血色感と柔らかな印象を叶えるコーラルピンク。最後はこちら、ルージュディオール。美しさを仕立てるクチュールリップスティック。ディオールメイクアップの象徴、ルージュディオールがジュエリーのように贅沢でモダンな美しいクチュールケースをまとって新登場。2つのフィニッシュから選べる幅広いシェードバリエーションにより、あらゆる個性やスタイルの表現を可能にします。サテンタイプはシルクのベールを思わせる繊細な艶に満ちた仕上がり。ふっくらと柔らかい艶やかな唇に仕上げます。ベルベットタイプは上質なベルベットのようにリッチなルミナスマットの仕上がり。マットでありながら驚くほどに軽やかなテクスチャーが唇を彩ります。今回は31色の中からサテンタイプの434プロムナードとベルベットタイプの限定色215コロールをご紹介していきます。それでは早速ルージュディオールから実際に唇の上にのせてご紹介していきたいと思います。リニューアル前はレッド系のカラーが多かったとのことですが、
今回のリニューアルでベージュ系カラーを中心に展開されているとのことで、全体的にトレンド感と使いやすさを感じるようなカラーばかりでした。発売日当日に購入したので、現時点ではまだ明確な人気カラーは決まっていないとのことでしたが、予約の段階で特に注目度が高かったサテンタイプの新色434プロムナードとベルベットタイプの数量限定色217コロールを購入したので、今回はこの2色をご紹介していきます。まずは434プロムナードです。こちらは日本人女性のために作られたシェードとのことで、ルージュディオール全体でも特に人気が出そうと BA さんもおっしゃっていました。はい、まずはサテンタイプの新色434プロムナードはこんな感じでした。優しいピンクのヌードシェードという説明の通り、青みにも黄身にも寄りすぎていない程よいヌーディーピンクで、しっかりと血色感も出つつ派手すぎないところがとても素敵なカラーだなと思います。ツヤも程よくて立体感も出ますがツヤツヤしすぎないので、オフィスメイクなどのいろいろなシーンで活躍してくれそうです。そして質感もとても使いやすくて、リップバームなどを塗る前の少し乾燥が気になる状態の唇の上にのせてみましたが、これだけしっかりと発色してくれるのに唇に引っかかってしまう感じがなく、スルスルと滑らかに塗ることができました。ベタつき感や重さは全くないですが、唇を程よく保湿してくれている感じで、今の時期にもとても使いやすいと思います。春メイクにもぴったりなとても可愛いカラーだと思います。続いてベルベットタイプの限定色217のコロールです。ベルベットもサテンと同様、軽くて滑らかな塗り心地です。はい、ベルベットタイプの限定色217のコロールはこんな感じでした。こちらもヌーディーなピンクベージュ系ですが、派手になりすぎない程よいピーチのニュアンスを感じるので、ナチュラルで馴染みがいいけれど、程よく顔をパッと明るく見せつつ、大人っぽさも感じるような、ものすごく絶妙なカラーだなと思います。暗くならない程度に、ほんのりと深みのあるヌーディー系リップで顔を引き締めたいという時や、ピーチ系のニュアンスが入ったアイテムと組み合わせたいという時にも活躍してくれそうです。こちらのカラーもものすごく可愛いなと思います。そしてベルベットタイプも唇の乾燥が気になる時にも使いやすくて、滑らかな質感が唇にピタッと密着してくれる感じがするので、時間が経ってもパサパサになりにくいんじゃないかなという印象です。ただサテンタイプもベルベットタイプも少しお化粧品のような香りが強めにするので、香りが苦手という方は少し注意が必要かもしれません。続いてはこちら、ディオールスキンルージュブラッシュの限定色225のデリケートローズサテンをご紹介していきます。まずはこちら側半分に塗ってカラーや質感などを見ていきます。ディオールのチークブラシにとって少し広めにふんわりと入れていきます。通常のルージュブラシと同様、一塗りでもしっかりと発色してくれますが、カラー自体がとても柔らかいのと、程よいツヤが出て肌に透明感を与えてくれます。はい、こちら側半分に225のデリケートローズサテン、何度かしっかりと塗り重ねてみました。カラー自体が肌なじみが良く、とてもナチュラルだったので、何度か重ねていってもカラーが全面に出るというよりも、ほんのりと肌を色づけてくれるといった発色がものすごく綺麗でした。そして質感もとても絶妙で、既存のマットタイプに近いようなツヤツヤキラキラしすぎない馴染みのいい質感の上に、ほんの少しだけ光を集めたようなツヤが出て、この絶妙なツヤが肌に自然な透明感を与えてくれます。カラー自体は青みに寄りすぎていないピンクコーラル系ですが、透明感もあるので、こちらのチークもどんなメイクにも合わせやすいんじゃないかなと思います。はい、両方の方に塗ってみました。少し広めの範囲に塗ると、ふんわりと蒸気したような印象に見せてくれて、とても可愛いです。ではここからはサンクルールクチュール限定2色をそれぞれパレット1色ずつの単色塗りをしてカラーをお見せしていきたいと思います。まずはこちら、123ピンクオーガンザです。まず1色目、左上のカラー、メタリックシルバーパープル。1色目はメタリック質感とのことで、パールによるツヤと微細なラメの輝き、どちらも楽しめます。
粉質はしっとりとしていて軽く、肌にピタッと密着してくれる感じがします。はい、1色目は単色塗りだとこんな感じでした。まさにブランドからの説明の通りのメタリック質感なシルバーパープルカラーに発色してくれましたが、ピタッと密着するような粉質だからか、意外とギラつかないのと、少しピンクのニュアンスを感じるような柔らかいパープルカラーも効いているので、透明感はありますが、クールな印象になりすぎず、程よく柔らかさと可愛らしさを残したようなカラーがものすごく可愛いです。単色塗りでも意外と浮かずに、程よい透明感をアップさせてくれます。続いて2色目、ホワイトベージュ。こちらも1色目と同様、しっとりとした粉質です。はい、2色目はこんな感じでした。ホワイトベージュとのことでしたが、伸ばしていくとほんのりとピンクのニュアンスも感じるようなホワイト系に発色してくれました。こちらもしっとりとしたパールベースに微細なラメがキラキラと輝くような立体感とツヤ感を楽しめる質感です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、ライラックピンク。こちらは青みの効いたホワイトに近い明るめのピンクカラーの上に、ホワイトの大粒ラメのきらめきとパールのツヤをしっかりと感じます。はい、3色目はこんな感じでした。パレットで見るとこちらなので、もう少しピンクのカラーが発色するかなと思いましたが、まぶたの上にのせてみると、ホワイトのツヤベースにピンクが偏光っぽく光るような限定色らしい特別感のある発色でした。かなり明るめのピンク系ですが、パールによるツヤとラメ、どちらもしっかりと効いているので、意外とまぶたが腫れぼったく見えずに立体感が出るところがすごくいいなと思います。続いて4色目、ラスティーピンク。こちらは上の3色よりも少し深みがあるようなカラーです。はい、4色目はこんな感じでした。こちらのカラーもパレットで見るよりもかなり明るめに発色して、あまりくすみ感はないミディアムな発色のピンクカラーという印象です。パールのツヤがとても綺麗です。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後5色目、サテンモーブ。今回のパレットの中で一番深みが出そうでしたが、まぶたの上にのせてみると、やはりミディアムカラーくらいのふんわりとした発色ですね。はい、5色目はこんな感じでした。パレットで見るとかなりしっかりと深みが出そうでしたが、指でなんとか塗り重ねてもこんな感じで、まぶた全体に塗っても重くなりすぎないような程よい柔らかさが残ってくれました。123のパレットは全体的にナチュラルで柔らかい発色のカラーが揃っていますね。引きで見るとこんな感じです。続いてこちら923のプリンピーチです。まず左上から1色目、ローズかかったピーチ。こちらは透けるようなベースに大粒のラメをしっかりと感じることができます。一気に目元が華やかになって可愛いです。はい、1色目はこんな感じでした。ブランドからはローズかかったピーチというカラー説明でしたが、まぶたの上にのせてみると意外と青みを強く感じることができて、柔らかさと透明感の両立がとても綺麗です。シルバーやゴールドなどの大粒のラメのきらめきをしっかりと楽しむことができます。続いて2色目、リーディセントホワイト。こちらもパールのベースにラメを感じることができます。123のパレットよりも少しだけ粉質が軽く感じます。はい、2色目はこんな感じでした。こちらはホワイトのパールベースにさらに上からホワイトの大粒ラメを楽しめます。しっかりとツヤときらめきを感じますが、軽くてさらりとしている粉質なので、ラメのザラつきなどもなく使いやすいです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、鮮やかなロージーコーラル。こちらはパレット見たままのようなカラーがしっかりと一塗りでもまぶたに塗ってくれます。はい、3色目はこんな感じでした。こちらはラメなどは抑えめで少しパールの効いた高発色な質感でした。ロージーコーラルのカラーとのことですが、やはりこちらも1色目と同様に結構青みがしっかりと効いているローズですよね。華やかな春カラーで可愛いです。続いて4色目、ゴールデンサンド。こちらはかなり肌なじみのいいゴールドベージュ系です。パールの艶めきがとても綺麗です。は
はい、4色目はこんな感じでした。サテンの質感が効いたゴールデンベージュがとても素敵です。いつも標準色くらいのファンデーションを使用している私にはかなり馴染んでしまいましたが、元々の肌の色が明るめの方にはもう少ししっかりとカラーを楽しめるんじゃないかなと思います。そこまでヘルシーな印象になりすぎないのもとても絶妙だなと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後5色目、オレンジピンク。こちらも3色目と同様の高発色なタイプです。923のパレットの方が全体的に発色がしっかりとしている印象です。はい、最後5色目はこんな感じでした。今回のパレットの中では、パールやラメがかなり抑えめな高発色な質感でした。こちらも青みがしっかりと効いているようなピンクオレンジですが、どこか絶妙に大人っぽさを感じます。引きで見るとこんな感じです。では、ここからは今回のコレクションを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。サンククルールクチュール123ピンクオーガンザの左上のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとして塗っていきます。グラデーションのアクセントに重ねても可愛いと思いましたが、こちらのカラーは透明感抜群なのに白っぽく浮いてしまう感じがないところがとても絶妙だなと思ったので、今回はベースとして塗っていきます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ベースのカラーが組み合わさると、より透明感をしっかりと感じるようなピンク系に発色して可愛いです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。発色がふんわりとしているので、指でぼかすようになじませて締めていきます。続いてディオールバックステージアイシャドウブラシ S に右上のカラーを取って、下まぶた全体に入れていきます。最後に中央のカラーを指に取って、上まぶたのまつげの際から少し太めのライン状になるようにのせていきます。ベースに比較的深みのある2色を合わせているので、よりこの明るいホワイトピンク系が際立ってくれます。チークは限定色225デリケートローズサテンを使っていきます。リップはルージュディオールのサテンタイプ434プロムナードを合わせていきます。はい、こんな感じでまずは1つ目のメイクパターンが完成しました。1つ目のメイクではサンククルールクチュールの123ピンクオーガンザとチークの限定色、そしてリップは新色のサテンタイプ424のプロムナードを組み合わせて、パープルのニュアンスを効かせた透明感あふれるピンク系の春メイクに仕上げてみました。アイシャドウの123のカラーは全体的に発色が柔らかかったので、この柔らかさをしっかりと活かしつつ、パープルのカラーをメインに持ってくることで、程よく引き締まった印象も与えてみました。くすみすぎない程よい深みのあるパープルに透明感抜群の明るめピンクカラーで、ふんわりと柔らかい透明感あふれる上品な印象に仕上がったかなと思います。こういったパープルニュアンスが効いたピンク系カラーの春コスメも可愛いですよね。引きで見るとこんな感じです。それでは2つ目のメイクルックです。ディオールショーサンククルール923ポプリンピーチの左下のカラーを指に取って、アイホール全体にベースとしてのせていきます。全体的に少し青みが効いていて、可愛らしい印象も併せ持つ今回のパレットを大人っぽくまとめてくれそうなカラーです。続いて中央のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。今回はこちらのカラーをメインにしっかりと発色させていきます。続いて右下のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。先ほどのせた中央のカラーと似ているニュアンスですが、こちらのカラーの方が少しオレンジのニュアンスも感じるので、より大人っぽさを引き出してくれます。
続いて右上のカラーと中央のカラーを合わせて下まぶた全体にのせていきます。中央のカラーは少しパールやラメが控えめだったので、右上のカラーと合わせることで程よくラメも楽しめます。最後に左上のカラーを指に取って黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。チークは限定色225デリケートローズサテンを使っていきます。リップはベルベットタイプの限定色217コロールを合わせます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクが完成しました。2パターン目はアイシャドウを923のポプリンピーチとリップをベルベットタイプの217のコロールを合わせて全体的に少しコーラルのニュアンスも感じるようなピンク系にまとめてみました。ただポプリンピーチのパレットは意外とそれぞれのカラーに青みがしっかりと効いていたので、全色を組み合わせるとピーチやコーラルニュアンスというよりも青みを感じるローズピンクといった印象に仕上がりました。ベースにゴールドベージュカラーをしっかりと発色させているので、チークやリップに少しピーチのニュアンスを感じるようなカラーを持ってきても相性が良かったです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで1月1日発売ディオールスプリングコレクション2024をご紹介していきました。今回のディオールショーサンククルールはいつもよりもさらに粉質がしっとりとしていて発色もナチュラルなものが多かったので、こういったカラーアイテム初挑戦という方にもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。全体的に青みが効いているピンク系や暗くなりすぎないパープルなど透明感抜群のカラーを楽しむことができました。そして限定のチークもツヤツヤキラキラしすぎない自然な質感なのに蒸気したような弧を演出してくれるところがとても綺麗で、大注目の新作リップも高発色なのに滑らかで塗りやすく、サテンタイプはもちろんベルベットタイプも撮影中長時間つけていても唇が乾燥してくる感じが全然気にならなかったです。アイシャドウ、チーク、そしてリップの一部カラーは数量限定での発売となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。